今回紹介させていただくのはラフ・シモンズの 21SS ミディアムレングスパーカーです。しばしばアーカイブ高等の文脈で語られるラフ・シモンズですが、 2003AW クローザーキーに登場したモツコートをご存知の方は多いでしょう。その中でもとりわけ一番人気だったと言われる権力の美学モデルは200万円を超えるプライスで取引されるほどの名作アーカイブで、25周年を記念したコレクションアーカイブレダックスにおいても布告されました。ラフ・シモンズといえばアントワープ王立美術アカデミーの門を叩くも、当時のファッション学科ディレクターであり責任者のリンダ・ロッパからあなたが学ぶことはここにはないと入学を断られ、代わりに独立を支援されて立ち上がるというまるで漫画のようなストーリーを持つデザイナーでありブランドですが、デザインの特徴としてトラッドでクラシックなテラドスタイルと反抗的な若者文化からインスピレーションを受けて両者を融合させたテラードとユースカルチャーの融合が挙げられます。彼はもともと文化的な娯楽がない田舎町で生まれ、映画館も美術館もギャラリーもブティックも存在しないアートもファッションもないところで育ち、トップポップのようなテレビ番組ブロンディやデビッド・ボーイのような当時の人気アーティスト、地元のレコードショップこそが彼の青春時代であり、彼の大半の時間と感性を育んだ場所でした。学校以外の全ての存在は音楽を中心に構成されたという言葉も残していますが、逆に何もなかったことが音楽に没頭した10代の青春時代につながり、それがデザイナーとなった彼の圧倒的な武器となります。そしてモツといえば1950年代後半から60年代にかけてロンドン近辺の若い労働者の間でブームとなった音楽やファッションをベースにしたライフスタイル、そしてその支持者を指すユースカルチャーであり、彼らが好んで着用したモツコートはラフ・シモンズにとってこれほどふさわしいものもないと言えるぴったりのアイテムというわけです。パッチワークを対応したデザインは伝説的なコレクション 2001AW のライオット以降ラフの特徴的なディテールの一つですが、丈が長く布の面積が大きいこのアイテムは彼が表現するキャンバスとしても最適だったように思います。少し長くなりましたが、ラフ・シモンズというブランドにおけるこのモツコートというアイテムの簡単な紹介でございました。ではここからは具体的なデザインについて見ていきましょう。こちらのモデルは 21SS で登場したものになります。自分はいつもお世話になっているミッドウエストさんの受注会で予約しました。ちょうど先日のアーカイブレダックスとリリースの近かったタイミングで権力の美学モツコートとも比較しましたが、全く見劣りしない素晴らしいデザインだと思います。もう何型か別のものもありましたが、コレクションでは2カラーで登場しまして、このサーモンピンクとバイオレットパープルの2型がありました。ラフ・シモンズにとって持つことは定番の型とはいえど、さすがに全てが全てかっこいいというわけではなく、型ごとに
好みが分かれますが、個人的にこのシーズンは色、パッチワークの付き方など含めて全てドンピシャでした。この2色はカラー以外も若干違いがありまして、パープルのモデルは半券のパッチワークを左裾に密集させたデザインになっていて、一方でピンクのモデルは背中の大きな半券と缶バッジというデザインは共通しつつも、半券の数自体が少なく点々と散らされています。ただ半券の点数が少ない分は代わりにワッペンや小さい缶バッジで補うことでバランスが変えられています。自分の場合はもともとピンクの方が欲しかったので良かったのですが、コアなラフ好きの方にはよりデザインの毒が強いパープルの方が人気だったようで、すでにパープルは予約完売しておりました。余談でしたが、ここで改めて半券のパッチワークやワッペンのディテールについて見ていきたいと思います。ジョインナー馬に乗った育ちの良さそうな子供、育ちの良さそうな子供のバストアップ、トレンディカップル、貴婦人のようり、育ちの良さそうな少年、多分ビートルズが好きのバストアップサイズ大。このようなラインナップでたくさんの半券が貼られておりますが、写真やイラストなどこういった半券には著作権だったり肖像権だったりいろいろな権利回りが絡んできますので、普通これだけたくさんの半券を使ったらそれだけでかなりの使用料がかかってくるものなのですが、このコードに関してはその使用料がほとんどオンされていないと言います。それはなぜかというと、実はこれらの写真がすべてラフシモンズであったり、ラフシモンズの経営サイドの身内関係者から集められたちょっとした著作権フリーの写真だからだそうです。少し正確ではなく恐縮ですが、確かこの腕の半券の方々は経営サイドの関係者で、裾のこの半券はパタンナーの方のおじいちゃんとか聞きました。他もそれぞれ何かしらのラフシモンズ関係者なのですが、どのカットも風情があって違和感なくこの持つことに馴染んでいますし、そういうちょっとしたカット選びの背景があって、さらにこのおかげで服の値段も抑えられているのだとしたら、アイテムの物語としてもかなり取れ高があります。シルエットは実にラフシモンズらしいざっくり着られる感じになりまして、素材も最高のものというよりはむしろ若干そやなぐらいでカジュアルに着倒す持つことらしい質感です。ただ一方でジップはイタリアの名門ラッカーニーのものになりまして、カジュアルなファブリックに対してこのフロントジップのドライさが非常に綺麗なコントラストを生み出しています。このあたりのバランス感も素晴らしいですね。ちなみにこちらは SS シーズンでリリースされたアイテムということもあり、夏を除いて冬も初冬ぐらいまで約3シーズン着られそうな生地感になっていて、使い勝手もとてもいいです。つくづくラフシモンズのブランド終了は残念でなりませんが、アーカイブやこれからの動向も
引き続きチェックしていきたいブランドであることは間違いありません。そんなところでラフシモンズの 21SS ミディアムレングスパーカーのご紹介でございました。ご視聴くださり誠にありがとうございました。